はい、都城オステオパシー治療院の海老原貴弘です。今回はですね、頭痛を引き起こす原因ときっかけについてお伝えしたいと思います。で、あなたは頭痛でお困りではないでしょうか？天気が悪くなる前の日とかね、天気が悪い日には必ずと言っていいほど頭痛が出てきてしまったり、どこかで、自分の住んでるところではなくてね、もう日本のどこかで台風ができると頭痛が出てしまうような天気予報ができるくらいの片頭痛をお持ちの方であるとか、頭痛がひどすぎてね、嘔吐してしまう方とか、あるいはですね、肩こりから後頭部の頭痛でお困りの方など、頭痛はですね、かなり多くの方が辛い思いをしてしまっている症状なんですね。ただですね、じゃあ頭痛を治したいと思っても、頭痛薬を飲めばいいのかななんて考えてですね、薬でごまかしてしまっているだけで、原因の部分を全く改善できていない方がとても多いんですね。ですから、治らない方が多いんですが、原因だけではなくてですね、さらに頭痛を引き起こしてしまうきっかけを知らないために、何気ない行動で頭痛を頻繁に起こしてしまっている方がいらっしゃるんです。そこで今回はですね、原因の部分と頭痛を引き起こしてしまうきっかけについてお伝えしますので、頭痛でお困りの方はぜひ最後まで動画をご覧になってください。この健康生活チャンネルでは、健康、美容、ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします。また今回の内容は全文字幕をつける予定ですので、文字でご覧になりたい方は字幕をオンにしてご覧ください。ということで、頭痛を引き起こす原因ときっかけについてお伝えしたいと思います。で、じゃあですね、頭痛の原因が何かなのか、その頭痛の原因の部分ですね、なんですが、それはですね、体の問題と食べ物の問題があるんですね。で、体の問題では、頭を打った経験があったりだとか、例えば滑って転んでゴンとかね、木から落ちた、鉄棒から落ちたという方もいらっしゃいますし、階段から落ちた頭を打ったことがあるかもなんて方もいらっしゃるんですね。で、あるいはですね、帝王切開であるとか、吸引分娩であなたが生まれたとかね、こういった正常ではない出生方法によって、その頭蓋骨であるとか、首の骨のズレですね、これがある場合なんですね。これが体の原因です。そして食べ物の原因ではですね、体の炎症を引き起こしてしまうものを食べ過ぎているケースがあるんですね。で、このようなですね、原因の部分については、私の別の動画、頭痛の原因はストレスという動画で詳しくお伝えしていますので、後でね、そちらの動画もご覧になってください。下の説明欄にね、リンクを貼っておきますから、そちらからご覧になってください。で、今回はですね、頭痛を引き起こすきっかけの部分について詳しくお伝えしていきたいんですけども、頭痛ってですね、原因があるともちろん出てくるんですが、その頭痛を引き起こすためにはきっかけがね、必要になるんですよ。この頭痛の原因を引っ張り出して頭痛を起こしてくる発作を起こすというそのきっかけがあるんですね。で、これを知っておかないと、何気ない行動でですね、やりがちなことですので、このせいで頭痛の頻度をね、頭痛が出てくる頻度を多くしてしまっているんですね。で、実はですね、この行動を知って対策をすることでですね、例えば頭痛がですね、月に10回程度出る方であればですね、これを5回に減らせたりとか、結構回数を減らせる場合もあるんですよ。で、もちろんですね、頭痛は原因がありますから、頭痛をなくさない限り治ることはないんですけれども、頭痛が出る日がですね、少なくなるだけでも結構助かる方が多いんじゃないでしょうか。で、仕事をしている方ならね、休む日が少なくて済みますし、学生であればですね、勉強が遅れるというかね、学校を休むという日が少なくなりますので、頭痛が起きることを頭痛発作というんですが、この頭痛発作の頻度が減るだけでもかなり生活って変わってくるんですよ。ですので、ぜひね、これを知っていただいて対策してもらいたいんですね。でね、この頭痛発作を引き起こしてしまうきっかけに何があるかなんですが、これは結構いろいろあります。ということで紹介していきますね。そのきっかけとなるのがこちらになります。で、まず、タバコ、アルコール、ストレス、高気圧、高血圧ですね。高血圧、食べ物、寝不足、寝すぎ、疲労、空腹、光、音、匂いなんですね。で、実はですね、この原因の他にも、気圧の変化であるとか、乗り物のね、振動であるとか、月経周期のホルモンバランスのね、その移り変わりとか、その乱れとかもね、この変化もあるんですけども、これはね、努力ではなかなか難しいとの、変えることが難しい部分ですので、この理由についてはね、割愛させていただきます。なので、この自分の努力でどうにか出ることをね、今回はご紹介していきたいと思います。
でまずタバコからなんですけども、これはですね、片頭痛の起こるメカニズムに関係があるんですね。他のものも全てね、その片頭痛の起こるメカニズムに関係があるんですが、片頭痛がですね、どのように起こっているかなんですね。でこれは片頭痛が起こる理由が、脳の血管が異常に収縮したりとか拡張して広がりすぎることで、近くにある神経を刺激してしまって痛みを引き起こしているというふうに言われているんですね。でつまりですね、血管が広がりすぎて頭痛を起こしたり、逆にですね、異常に収縮して血管が縮まってしまって、その後ですね、また血管が拡張してくるときに頭痛を引き起こすというふうに言われているんです。でその原因に対してタバコがどう関わっているかなんですが、タバコを吸うとですね、体に吸収されるニコチンには血管を過剰に収縮させる作用があるんですね。ですからしばらくしてですね、この収縮した血管がまたそのニコチンがね薄れていくことで拡張してきますので、この血管が拡張するときに片頭痛を起こしてしまうんですね。だからタバコはね、できるだけやめた方がいいと。健康的にも悪いですしね。そしてアルコールではですね、これも血管を拡張させる作用がありますので、近くの神経を刺激してしまい、片頭痛を引き起こすんですね。でまた、アルコールの中でもですね、赤ワインが最も片頭痛を起こしやすいと言われているんですが、これはポリフェノールという栄養素がですね、赤ワインには多く含まれていて、でこのポリフェノールに血管を拡張させる作用があるからなんですね。ですからこれもやっぱり近くの神経を刺激してしまいますので、アルコールはダメだし、赤ワインはもっと控える必要があるということですね。そしてストレスなんですが、例えばですね、会社で大変な業務であるとか、嫌な上司からね、嫌味を言われたりだとか、同僚とかからね、嫌味を言われたりとか、こういったそのストレスを受けている時ってあるじゃないですか。でこの高ストレスの状態では、その血管はですね、ぎゅっと収縮している状態なんですけれども、これは交感神経は興奮状態になりますからね。でもですね、家に帰ったり休日などね、ストレスが解放されてリラックスした際にはですね、血管が拡張してきますので、この血管が拡張するときに片頭痛が引き起こされてしまうんですね。ですからストレスはできるだけ減らす必要があります。でですね、ストレスをなくす方法であるとか、ストレスを感じない体づくりに関しては別の動画で詳しくお伝えしていますので、後でね、また下の説明欄から動画をご覧になってください。でまたですね、ストレスを解消しようとしてですね、例えばスマホをいじったりだとか、今ね流行っているそのゲームとかね、スマホのゲームとか、あるいはテレビゲームでもそうなんですけども、こういったものを結構する方がいらっしゃるんですが、これらはですね、逆にストレスを増加させてしまいますので、ぜひですね、別の動画から正しいストレス解消の方法も学んで実践してみてください。で次にですね、高血圧ですが、血圧が高い状態では血管はですね、圧を下げるために血管を拡張しようとするんですね。で例えばですね、ホースの先をね細くすると水の勢いで強くなるじゃないですか。遠くまで飛ばそうと思ったらホースを細くしますよね。なのでこれはね、血管でも一緒なんですよ。その血管が収縮していると勢いって強くなるんですね。でもこれをですね、ホースの先をつままずに緩めると勢いは弱くなるじゃないですか。ですので血圧が高い状態、血流が強すぎる状態というのは血管を傷つけてしまいますので、体はですね、その血管を守るために自然な反応として血管を拡張するんですね。ですので高血圧の方は体はですね、血管を拡張しようとしまいますので、これが原因となって片頭痛を引き起こしてしまうんですね。でこれはですね、研究の結果からも分かっていることで、高血圧をお持ちの方もですね、約3割の方は片頭痛も合わせて持っているんですよ。ですから片頭痛を治したいのであれば、高血圧も改善する必要があるんですね。で高血圧を改善する方法についても別の動画で詳しくお伝えしていますので、後でしたからね、ご覧になってください。そして食べ物なんですが、食べ物の中には血管を収縮させたり拡張させる作用があることで片頭痛を引き起こすきっかけになるものがあります。でその中にはですね、先ほど話したポリフェノールを多く含む赤ワインがあるんですが、同じようにですね、ポリフェノールを含むチョコレートもよく挙げられますね。で人にもよるんですけども、これ全員が全員ではないんですが、チーズであるとかピーナッツとか、ナッツ類とかね、ハムとかソーセージ、豚肉とか人工甘味料がきっかけになるという方もいらっしゃいます。でもしもですね、これらの食品を取った後ですね、すぐであるとか時間を置いて頭痛発作が起きてしまう、発症するかというその傾向があるのであればですね、控えてみた方がいいと思います。でそして寝不足と寝すぎなんですが、これどちらもね、その片頭痛の原因になっちゃうんですよ。
で、寝不足の場合にはですね、ストレスが代謝できないからだというふうに言われています。で、睡眠にはですね、ストレスの原因物質を代謝する、つまりストレスを軽減するという働きがあるんですが、寝不足の状態だとストレスが上手に代謝できずに翌日も残ってしまいますし、寝不足を繰り返すことでストレスがどんどん蓄積されていきますので、血管が収縮していってしまって、ある時ですね、リラックスすると血管が大きく拡張して片頭痛を作ってしまうんですね。でまたですね、寝すぎの場合には副交感神経が優位の状態になりますので、血管が拡張してしまって片頭痛を引き起こすきっかけになってしまいます。でこの原因は疲労でも同じですね。やはり疲れすぎてしまってもですね、ストレスが溜まってしまいますので、頭痛を引き起こしてしまうんですね。で、寝すぎの方はですね、睡眠時間を減らしていただければいいんですけども、なかなか寝つけないとか、途中で起きてしまうとかね、睡眠の質が低い方もいらっしゃいますよね。で、そのような方にはですね、睡眠の質を改善するための動画がありますので、後でそちらもね、ご覧になってください。再生リストの方にね、まとめてありますからね、そちらもご覧になってください。そして空腹なんですが、あなたはですね、例えば朝食を抜いていたりだとか、朝食食べないという人であったりですね、毎日の食事のタイミングがバラバラっていうことはないでしょうか。でこのような場合ですね、どこかの時間で血糖値が下がりすぎてしまってですね、低血糖の状態になってしまうんですが、血糖値が低下するとですね、脳の血管が拡張してしまいますので、これが頭痛のきっかけになってしまうんですね。で例えばですね、朝食を抜いている方では徐々に血糖値というのは下がっていって、お昼ご飯の前にはですね、かなり下がってしまいますので、このタイミングで頭痛を引き起こしてしまうんですね。ですから毎日ですね、3食を同じタイミングで適切な量と種類を食べることがとても重要になるんですね。そして次に光ですが、これをきっかけにして片頭痛が起こるという方が非常に多いんですよ。例えばですね、日差しが強い人がね、外に出た時にね、急に眩しいという体験をした時に頭痛が起こってしまったり、夜にですね、運転をしていて対向車のね、ヘッドライトが眩しくて頭痛を起こしてしまったという方もいらっしゃいます。で他にもですね、ブルーライトがね、脳を刺激してしまってですね、過敏な状態にしてしまいますので、例えばスマホであるとかテレビとかパソコンなどの画面をですね、見る機会があったり、部屋の電気がですね、強いブルーライトである場合には片頭痛を引き起こしてしまうきっかけになってしまうんですね。でこれは光によって脳が過敏に反応してしまって血管を拡張してしまうためだというふうに言われています。そして音なんですが、これまず科学的にね、どういった理由なのかあまり分かっていないんですが、大きな音が原因でですね、脳が刺激されて光と同じように血管が拡張されてしまうというふうに言われているんですね。大きな音を聞いた時にはですね、やっぱりびっくりしますから、交感神経興奮状態になってしまって血管は拡張しますから、これじゃないかなというふうに思うんですけどね。だからこの大きな音をね、急に聞いたりしまう、環境にはいかないとか、避ける必要がありますね。そして匂いなんですが、これもですね、きっかけになってしまう方が結構いらっしゃいます。でこれは研究からも分かっているんですが、匂いで頭痛が引き起こされてしまうという方はなんとですね、90% もいるそうなんですよ。約9割の方が匂いで頭痛が出てしまうんですね。で原因となる匂いがですね、どのようなものかということも分かっているんですが、まずですね、香水が原因だという方が95%の方、頭痛をね、お持ちの方で頭痛発作が起きる方で香水の匂いを嗅ぐとですね、95% の方は頭痛が起きてしまうんですね。そして洗剤や柔軟剤の匂いが 81%、タバコが 71%、ですね。そして自動車の車内の匂いが 70%。で、その後にですね、ゴム製品の匂いとか、革製品とか、コーヒーとか魚の匂いとかが続くそうなんですね。ですからですね、やっぱり強い匂いというのは頭痛を引き起こしてしまいますので、あなたもですね、あなたの周りにあるこのような匂いの物質をなくす努力をしてみることで、かなり効果があるというふうに思います。ということでね、今回は片頭痛を引き起こすきっかけになる生活習慣をお伝えしましたが、いかがだったでしょうか。あなたにもかなり当てはまるものがあったんじゃないですか。でこれらのですね、きっかけとなる習慣を改善するだけでもかなり片頭痛の発作を減らしてですね、生活がしやすくなりますので、ぜひ変える努力を始めてみてください。でまたですね、このような生活習慣を改めても
片頭痛が減らないとか、片頭痛をなくしたいという方はですね、体の問題である頭蓋骨とか首の骨の問題とかね、その他の内臓の問題であるとか、食事についても改善する必要がありますので、ちゃんと治すために努力をしたい方は私にご相談ください。でね、その下の説明欄にですね、LINE のフォームがありますので、そちらからですね、また LINE で私にご相談いただければ、また私がご相談に応じますので、まずぜひね、そのうちの下の説明欄からね、LINE からご相談ください。で、私の整体院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログはですね、下の説明欄のリンクからご覧になっていただきますので、そちらからご覧になってください。今回の内容がためになったと思っていただけたらですね、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。